ベリリウムメッキだわ、ということで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、シブガの新ヘッドホン、SV23。SV23 は、自社でヘッドホンの内部ドライバユニットを一から設計する、シブガの上級ヘッドホン。シブガはすでにここまで紹介してきたヘッドホンで実績が良く、アニソンをメインに聞く人に、分離感と高音域の改造感が良くて評価されている、シブガロビン。より幅広いジャンルへの対応力がある、ロビンの後継モデル、オリオール。そして、開放型でよりナチュラルな音が出る、上位機種、フォーニックスを紹介してきた。今回紹介する SV23 を含め、シブガのヘッドホンシリーズは、どれも 50mm の自社製ダイナミックドライバが使われていて、上位機種の SV23 は、さらにそこにベリリウムメッキを加えたものになっている。圧迫感のない装着感、最初から 4.4mm バランスケーブルを装備しているなどなど、今までのシブガシリーズより、一回り上の仕様が特徴だ。特に、その音色は、ベリリウムメッキらしい、金属音のアタックと低音の深みが強い、インパクトのある白物。従来のシブガシリーズは、この部分が強調されてないものが多く、その中で最もはっきりと音が分割される、ロビンの評価が上がってたんだけど、SV23 を一言で言ってしまうと、レベル100のロビン、あるいは求めていたキレを手に入れたシブガ製ヘッドホン、といった感じの仕上がりだったぞ。詳しく見ていこうか。一番最初に、一番気になるだろう音質からまとめていこうか。シブガが製造するヘッドホンは、基本的にどれも完成度が高い。ぶっちゃけ、完成度という面で見ると、半額のオリオールでも十分にポテンシャルを発揮するので、あとは好みが大きくなる。SV23 の特にピックアップしたい部分は、高音域から高中音域あたりの明瞭さ、金属音の力強さ、そして、低音域の臨場感だな。ギターなどの高い音が出る弦楽器から、金属音までが特に浮き出る、高音側の高質で主張してくるところが、従来のシブガヘッドホンとは異なるな。SV23 は、より耳元で明細になるような金属音のおかげで、空間が独特なものになる。背面開放型のカップのおかげで、壁を感じない広がりのある音作りなんだけど、耳元でロスなくなっている感じのする高音域のおかげで、全体的に音の感じ方は他のヘッドホンより近い感じがあるな。全体的に、従来のシブガと比べると、味付けがわかりやすく、元気で派手な印象だ。どちらかというと、演奏者がバンド単位までに収まってるくらいの音とか、電子音楽を聴いた時に、特性が最大限発揮される一台だと思うな。オーケストラなんかは意外に思うかもだけど、オリオールとかのようなスケール感のなり方ができる機種の方が自然に聞こえる。じゃあ自然に聞こえないとダメなのかというと、全くそんなことはなくて、SV23 は、より目の前で演奏している感じや、スタジオ録音などの音の小さなニュアンスをバリバリに強調して聞かせてくれるので、そういった情報量ときらめく高音域にぶん殴られたい人におすすめだ。こういうヘッドホンは大好きで、ぶっちゃけると、今までのシブガヘッドホンの中で一番好き。もちろん、気分によっては他のヘッドホンを選ぶこともあるんだけど、高音は、金属音が力強く、切り分けがしやすい音色だ。金属質感がかなり強く、また、一音一音がきらめき、主張してくるので、より大編成の演奏になると、ここのディティールや音色が浮き上がる。これが好みと感じるかどうかは人次第とは思うな。中音域はしっかりと表現できる、高音域の主張が強いイヤホンなので、ボーカルに比べて高音域が元気に感じる場面はあるけれど、男女ともにボーカルはしっかりと輪郭が引き立ち、それでいて厚みのある発声だ。他のシブガ製ヘッドホンよりも、特にボーカルの音圧を感じつつ、輪郭がしっかり切り分けられて表現される印象だな。そして低音域、ここも従来のシブガ製ヘッドホンよりも力強い。というか、弾力がより強まったというか、ベリリウム LCP のコンビネーションのおかげでそういった体感が出るんだろう。従来機も全く量感不足な感じはしない。50mm のダイナミックドライバ積んでて量感不足とか、よっぽど栄養不足か何かなのかなと思うくらいだもんな。全体に書き分けが大変うまく、ベリリウムメッキの特性のおかげで、より輪郭が引き立てられる。よりくっきりとした音で、より近くで鳴ってる感じを求めている人にはぴったりハマるはず。空間表現については、さっきちょろっと話したんだけど、結構近い。これは、高音域が1が明瞭かつ至近距離で鳴っているようなクリアさがあるおかげで、開放空間で、近くに演奏者を配置して聴いているような印象。変な残響感などがないので、近くても疲れるような音ではない。従来のシブガオリオール及びフォーニックスと比較すると、あちらの方が空間は広い。また、高音も優しく、自然な広がり方だ。SV23 は、そんな距離感を一切許さず、至近距離ではっきりかき鳴らされる高音域を楽しむことができる。
正直、ロビン、オリオール、フォーニックスは、それぞれ近いところに出発点がある感じの音だったので、SV23 はかなり異色。それも新型のダイナミックドライバーのおかげなのかもしれないな。音質について語ったので、続けて、取り回しや付属品について話していこうか。付属品は、本体、ケーブル、高品質なキャリングケース。キャリングケースはまるで楽器用のもののように成形されたタイプ。フォーニックスでも同形状のものが付属したな。外に持ち出す時も安心して使うことができるぞ。付属ケーブルは、下位モデルのものからアップグレード。渋賀の標準ケースは、ここまでの2台のどれもが、両ハウジングに接続する、左右出し 2.5mm プラグを採用した、アンバランスケーブルだった。SV23 では、初期付属のケーブルが、洗剤、プラグともにアップデート。特に、最初から 4.4mm に対応しているが嬉しい。同じ洗剤を使った、4.4 から 3.5mm アンバランスに変換するケーブルもついてくる。上級モデルにふさわしい付属品が用意されているぞ。本体の質感に関しても良好だ。渋賀製ヘッドホンは木製モデルが多い。今回の SV23 も、カップ部分に木材が使用されていて、高級感あふれる質感になっている。耳部のクッションは、通気性を考慮した素材で作られている。ただし、半開放なので、夏はある程度熱がこもるぞ。注意しておこう。背面には大きなメッシュベントが開いていて、ここは見た目通り、結構音が漏れる。開放型くらい漏れるので、その点は注意しといてくれ。クッションは直据え付け接触する部分が布製になっていて、この部分が蒸れるのを防いでくれる。ヘッドバンドは2層設計になっていて、自分の頭に合わせて革バンドの位置を調整するタイプだ。普通に効く分には程よい速圧と調整感で、長時間の使用でも問題なさそうだな。ヘッドバンドは、カップ部の設計がちょっと違うものの、基本的にはフォーニックスのものと同じで、渋賀の上級ラインにふさわしい、装着のストレスのなさが魅力になっているぞ。SV23 は、過去に触った渋賀シリーズよりも、明らかに割っちゃけた音色を持っている。ベリリウムメッキドライバーの面白いところがしっかり楽しめて、それでいてどんな音でもこなせる音だ。ちなみに、ベリリウムメッキの下地になっている部分も、以前のポリカーボネート振動板から、より弾力のある音色がこなせる、LCP のものに変更になっている。イヤホン側でこれでもかというくらい味を体感した素材につなんだけど、今回、改めて 50mm ダイナミックドライバーを採用する渋賀 SV23 と組み合わせることで、より素晴らしさを再確認することができたな。弱点らしい弱点はなし。強いて言うなら、より強調感と元気さが目立ったことによって、空間が縮まったこと、自然味がより派手な高音域に吸われたことくらいか。個人的には、渋賀の上品な音を聞くたびに、すごく納得していた反面、もうちょっと暴れてくれないかなと思う日々だった。この SV23 は、高級で派手なことをやらかし散らしてるヘッドホンが聞いてみたいなと思ったことがある人に、クリティカルな音作りだ。おそらく、細かく各ジャンルの良さを話すこともできるんだけど、基本中の基本のキャラクターを聞いてワクワクしたなら、挑戦の価値があると思う。強烈なきらめく高音域、より深くインパクトの力強い低音域だ。渋賀のヘッドホンは、決して安く買えるものではないけれど、同等品と比べた時には、明らかにコストパフォーマンスが優秀だ。SV23 は、ベリリウムメッキらしい、きらめく高音域と、ベリリウム LCP の力強いボーカル含む低音域を両立している。以前の渋賀に比べると、ちょっとやんちゃすぎると感じるかもしれないけど、それゆえに元気で楽しい音が聞けちゃう上に、ちゃんとおとなしい曲もかっちりこなせるあたりが渋賀なんだよな。確かに決して簡単に手を出せる価格ではないんだけど、ハキハキ元気かつ重厚で、ボーカルもしっかり熱量たっぷりに鳴らしきれる一台、ぜひ、挑戦してみるといいぞ。といったところで今回はここまで。